ハンドメイドは自分で何かを作り出すことが魅力です。素材を選んで考えたり、形にしていく過程がとても楽しく面白いです。手で作るとぬくもりや個性が作品に出ます。大量生産品とは違った特別なものになります。ハンドメイドをすると自分のアイデアや感じたことを自由に表現できます。作品が完成するとすごく嬉しいし、自分だけの特別なものになります。ハンドメイドのプレゼントは大切な人に贈るのにもぴったりです。自分で作ったものは大切な人に愛情が伝わります。ハンドメイドは日々の生活の中でちょっとした楽しみにもなります。手を使うことでリラックスできるし、考える力も育ちます。自分で作ったものの喜びは他にないです。ハンドメイドをしてみたいと思っている方は、ぜひ始めてみてください。一つ完成いたしましたね。もう片方も作っていきます。今までお話ししてきたハンドメイドの他に、1年くらい前からダイヤモンドアートも始めました。完成したアートは販売しておりません。ダイヤモンドアートは出来上がる過程や出来上がった喜びを楽しむものかなと思っています。出来上がったアートを見ると思わずわーと感動の声が出てしまうこともあります。あの感動を再び味わいたくなって、またアートを購入してしまいます。十分にストックがあるのに、次々としたいアートに出会ってしまうのです。販売サイトを見なければ買うこともないのに、誘惑に負けて見てしまうのですね。困ったもんです。今現在はアクセサリー熱が上がっているので、しばらくアクセサリーの制作が続くと思いますが、またアートをしたくなったら、その時に今まで制作したアートや使っている道具などをご披露いたします。ダイヤモンドアートは写経に近い感覚かなと思っています。図案通りに小さなビーズを貼り付けていく細かい作業なのですが、集中していないと間違えてしまったりします。無心になり、時間を忘れて指先を動かしているので、ストレス解消にもなっている気がします。アートは何日もかけて作るものなので、出来上がった時の達成感や満足感はとても大きいです。ダイヤモンドアートは日本ではなぜかあまり認知度のないハンドメイドのジャンルですが、アメリカなど世界中で人気があるようです。好きなことにどっぷりハマることを沼と言いますね。ダイヤモンドアートの世界は
それはとても深い沼が存在するようです。その沼はマイナスの意味ではなく、楽しんでいるというプラスの意味だと思っています。興味がある方は、ぜひ小さいキャンパスサイズのものから挑戦してみてください。楽しいですよ。お料理って究極のハンドメイドだと思っています。衣食住はどれも必要なことですが、突き詰めると最も優先なことは食だと私は思っています。食べないとエネルギーが得られませんので、生きるために最も必要なことだと思っています。私はあまりお料理は好きではないかもしれません。お料理が嫌いというほどでもありませんが、面倒くさいというのが正直なところです。毎日のことですからね。私にとって生きるためにしている感が強いのが理由かもしれません。カルディでジュモッパの素という商品が売っていて、とても気になったので買ってみたのです。ジュモッパは昔韓国料理のお店で食べた記憶があります。韓国の一口おにぎりです。商品のパッケージの写真を撮るのを忘れたのですが、作った写真を右下に載せておきます。たくあんがコリコリしていて食感も楽しく、韓国海苔の香りも香ばしくてとても美味しかったです。パッケージには25個作れると書いてあったのですが、私は小さく丸く握るおにぎりを作ったことがなくて、自分が作れる一番小さいサイズの三角おにぎりにしてから丸い形にしました。最初に握ったものは小さいサイズでしたが、だんだん面倒になってきて、徐々におにぎりのサイズが大きくなっていきましたよ。そしてパッケージの原材料を見て、自分でも作れるんじゃないかなと思ったので、レシピを検索してみたら、自分でも作れそうだったのです。また食べたくなったので、自分で作ってみました。それがこちら。これは失敗です。たくあんをもう少し小さく刻めばよかった。たくあんが大きいので食感は楽しかったのですが、たくあんがはみ出してしまって上手に握れなかったです。次作るときにはたくあんは小さく刻むことにしようと思いました。そしていりごまを加えてみようと思いました。3度目の正直、うまくいきました。わーい。たくあんを小さく刻むことで
上手に握れましたし、いりごまの風味が効いていて、とても美味しかったです。ご飯と材料を混ぜ合わせておにぎりにするだけ。簡単にできました。材料はご飯、韓国海苔、たくあん、ごま油、いりごま、塩以上でできますので、作ってみたいと思った方はぜひお試しください。嫌いな食べ物はありますか？私の嫌いな食べ物はきゅうり、しいたけ、マッシュルーム、レーズン、バナナ、みかんです。ぶどうは好きだけどレーズンは嫌い。八朔やグレープフルーツは好きだけどみかんやオレンジが嫌い。きゅうりがこの世で一番嫌い。でもきゅうりのきゅうちゃんは好きです。私は好きな食べ物はたくさんあります。たくさんありすぎて一番好きが決められません。皆さんはいかがですか？好きな食べ物といえばすぐに思い浮かぶお料理がありますか？ちょっと変わった食べ物が好きですという方いらっしゃいますか？どんな食べ物ですか？ちょっと恥ずかしいけどお話ししていきます。私はあったかいポテトサラダが好き。あったかいちらし寿司が好き。あったかいウイローが好き。ウイローは羊羹に似てるようで似てないスイーツです。私は食べる前にチンして食べます。あったかい太宰府の梅替え餅が好き。湿気たせんべいも好き。凍ったバームクーヘンが好き。無印のバームは買ってきたらすぐ冷凍室に入れて凍ったまま食べます。凍った北海道チーズ蒸しケーキが好き。凍らせて食べるとチーズケーキみたいな食感になります。お鍋の最後に煮込まれすぎてくたくたになったうどんが好き。20分くらい経ったほぼスープがなくなったチキンラーメンが好き。もちろん10分どん兵衛も好き。菜の花のおひたしは多分飽きずに3日はいける。いぶりがっこ、奈良漬け、紅生姜が好き。関西だけかなと思いますが、紅生姜の天ぷらは美味しいですよ。そろそろ完成いたしました。変な食べ物のお話で終わっちゃいますが、続きは次回の動画で。これはビーズに芯となる金属が入っていないのに丸缶に閉じ込められている不思議な作品です。それでは最後までご視聴いただきありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。